は私の誕生日です。プレゼントは私が選びますね。さあ、出かけませんか？高いものじゃなくてもいいので。かわいい。はい、どうもキリハです。いつもご視聴ありがとうございます。本日なんですけども、やってはいけないこと12選ということでやっていこうと思います。よろしくお願いします。今までいろんな動画で検証だったりいろんな実験をしてまいりました。その内容も踏まえまして、初心者にも分かりやすいようにまとめてみました。そしてブルーアーカイブをプレイするにあたって、これだけはやっちゃいけない、やるべきではないということをまとめてみましたので、いつも私の動画を見ている方は復習になるかもしれませんが、よろしければ最後まで見ていってください。いつも動画がちょっと長いと言われますので、できればコンパクトにまとめていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まず防御力系のスキルの強化をしてはいけないという内容です。これに関してはほとんどの人が損しているスキルのレベル上げについてデータで証明してみたという動画の方で詳しくやっているんですけども、特に椿のパッシブスキルだったり、タンク系のこの防御力アップのスキルですね。これに関してなんですけども、強化したところでレベルを1個上げてもダメージが1変わるか変わらないかぐらいしか本当に変わらないんですね。なので正直こういうのにスキル本を使ってると本当にもったいないです。できればこういったサブスキルのリロード中にダメージをそのまま軽減してくれるような実際のダメージががっつり減るような内容だったりとか、回復系のこういったノーマルスキル、こういったところにスキルノートを使っていくと非常に効率よくキャラクターが強くなっていくでしょう。キャラクターが耐えられないなと思った時はこういったスキルを強化するといいのと、あとはヒーラーの回復力を上げたりといったところで対応していくのが無難だと思います。詳しくは概要欄に前の動画はありますのでよかったら見てみてください。次に装備をおろそかにしてはいけないということです。クリア積んでる人必見、戦力強化の最短ルートという動画で詳しくやってます。概要欄にあります。よかったら見てみてください。戦力強化なんですけども、レベルアップだったりですとかスキルアップっていうのももちろんそうなんですけども、装備強化で化けるキャラクターもいるということです。特に動画の方では説明してるんですけども、このバックだったりね、防御力が思いっきり1000上がったりですとか、装備でキャラクターがいきなり評価上がったりっていうことが全然ありえます。特にこの星野というキャラは私の嫁なんですけども、リリース当初めちゃくちゃ弱いタンクと言われてました。星3の外れとも言われておりました。ですがこの T4 バックの存在が明るみになってきて、だんだんと評価が上がっていき、今ではものすごく評価されているキャラクターになってます。それぐらい装備っていうのは重要なんですね。なので皆さん戦力強化でお困りの方はこの辺りを参考にするといいでしょう。動画は概要欄の方にございます。それに付随する内容で、装備周回は5周単位で周回しなくてはいけないというのがあります。周回数のレポートボーナスって本当にあるの？実際に検証してみた結果という動画の方でやってるんですけども、こちらの装備強化に必要なアイテムはクリックすると任務が出てきます。そこの任務を周回することでアイテムを獲得することができるんですけれども、この周回なんですけども、皆さんこの相当開始でねやってると思うんですが、これを5回単位でやらなきゃいけないというのがあります。実際にこれで行うともらえるレポートの数が劇的に増えるんですね。でその内容を動画の方でやってますので、よかったら概要欄からチェックしてみてください。それを見ないにしても周回数は5単位でやってください。5の倍数だったら何でも OK です。全然変わりますので今から実践してください。これはノーマル周回に限ります。さらにそれに付随する内容で、ハードをおろそかにしてはいけないというのがあります。ハード8の3を120周したデータを元に周回効率を徹底比較という動画で詳しくやってるんですけども、こちらはですね、このハードの周回をする上でこの装備ドロップめちゃくちゃ効率いいんですね。プラスアルファ新名文字ももらえるという内容で、やらない手はないぐらいハードって美味しいものになってます。詳しい内容は動画でやっておりますので、よかったら概要欄からチェックしてください。本当に劇的に変わります。ハード周回は無理してでも行った方がいいレベルです。ぜひぜひやってみてください。そして次に、ののみをおろそかにしてはいけないという内容ですね。だいぶ限定的な内容になってくるんですけども、
皆さんののみ持ってますよね。持っていない方でも7日間のガイドミッションですぐに手に入れられる内容になってます。そしてこのののみもらえるキャラとは思えないぐらいぶっ壊れです。というかブルーアーカイブをやる上で一番重要な育てるべきキャラだと思います。今回の総力戦でもピック率ナンバーワンですし、特別依頼の拠点防衛でも大活躍、戦術対抗戦でも相手にいたら吐き気がするぐらい強いキャラクターです。特に10勝以降の相手にもものすごく大活躍しますので、ののみはどこに連れて行ってもめちゃくちゃ強い人権キャラとなっております。それを配ってくれる運営さん、本当に優しいですね。ありがとうございます。なのでののみの強化、レベルはもうもちろんのこと、スキルレベルだったり装備だったりもバンバン揃えてあげましょう。言ってる私がそんなにがっつりは育てられてないんですけども、ただののみの重要性はもう私最初から分かってればもっと上げてました。どんどん鍛えて戦術対抗戦でガンガン使っていきましょう。どこでも強いです。次に神明のかけらを無駄遣いしてはいけないというのがあります。神明のかけら効率を徹底解説、神秘解放におすすめキャラも紹介という動画で別でやっているんですけども、神明のかけらはどんなに重課金でも絶対に足りることはありません。もう本当に毎度足りずに上げるキャラをいつも悩んでいます。皆さんもそうですよね。で、どれから上げたらいいのかというのはよかったら動画の方を見ていただければ詳しく説明をしているんですけども、端的に言うと、人権である星1キャラと星2キャラを優先して上げていくべきです。そしてそれらの星上げが終わった後に主力キャラクターの星3を星4に上げていくという作業がメインになります。石の効率というのも動画の方で説明してますので、もう本当に全然違うので、よかったらそちらの方も確認してみてください。運営さん、神明のかけらもっと配ってください。お願いします。次にショップの強化玉を買い忘れてはいけないというのがあります。これは人によって違うかもしれませんが、私この強化玉めちゃくちゃ大事だと思っています。というのもこの強化玉狙って取れるものではありません。周回をしていてたまに初級がちょっとだけ落ちるぐらいのもので、もう本当にこの装備玉は全然足りません。装備の強化を始めたらあっという間になくなってしまいます。なので今装備を鍛えているという人じゃなくても、毎日これを買いだめておくことでスムーズに装備強化が行えます。なのでこちらはぜひぜひ買い忘れのないように買ってあげてください。加えてね、この大パーツもかなり重要なので合わせて全部買うといいでしょう。そして戦術コインを散財してはいけないというものがあります。戦術コインを散財というのはどういうことかというと、ここの数をある程度の数を保っておいた方がいいという話です。なぜかと言いますと、この前に行われた特別依頼2倍キャンペーンというものがありました。あの時に皆さんはもうとにかくレポートやクレジットがいつもの2倍もらえるということで、全ての AP をそちらにつぎ込んだかと思います。そしてこちらにある戦術コインも頑張って使って AP ドリンクをいつも以上に購入していたと思います。こちらの戦術コインで買える AP ドリンクはこの2つを買った後に更新をすることであと3回買うことができます。 AP ドリンクをマックスで買おうと思うと1日210コイン必要になるんですね。そして前回の2倍期間が1週間ありましたので、本当はみんなそれが分かってれば多分貯めてたと思うんですよ。なので告知されてからでは遅いので、今のうちに700個ぐらいは確保した状態で使うといいと思います。というのも前回は1週間ぐらいだったので、1500前後のねコインが必要になってたわけですね。その期間戦術対抗戦でもらえる分もありますので、だいたい700とかそれぐらい必要になるのかなと思います。なので毎日散財している方はちょっと止まって少し貯めてみてはいかがでしょうか。私も今貯めつつあります。次の2倍期間でね全力で走れるように、ここは散財は避けた方がいいでしょう。次に総力戦コインでノートをなるべく交換してはいけないというものがあります。これに関しては文句言う人もいるかもしれませんが、確かにノートも重要なんですよ。このノートのねスキルを強化するためのノート必要なんですけども、それ以上にこのブルーレイディスクがもう全く足りませんし、普段から取れる手段がほとんどありません。この総力戦ぐらいしかないので、
ノートは言うて指名手配でそこそこ落ちますので、このブルーレイをとにかく交換したいんですね。なので今必要ないというところまで交換できても余分にもらっておくといいと思います。普段から狙って取ることができないので。なのでなるべくノートは取らないようにしましょう。そして次にスケジュールをおろそかにしてはいけないというものがあります。実はこれ場所のランクで各部屋のこのレベルのところですね、このレベルが決まっていて、今私がここランク6なんですけども、ランク6のところはレベルが2なんですね、各部屋の。でこれがランク7になるとレベル3になります。そうするとなんと劇的にこのブルーレイやノートが落ちる確率が変わってきます。もう目に見えて多くなります。なのでチケット余らせるのなんかは言語道断ですし、もうショップで買えるチケットもなるべく買った方がいいレベルです。先ほども言いましたが、ブルーレイディスクはもう本当に狙って取るのが大変なものになります。なのでこういったスケジュールで学園を狙って取れるというのは本当に貴重なんですね。なのでこのスケジュールもおろそかにせず、できればチケットを買って回るといいでしょう。そして各部屋でここだと中級、ここだと上級といった具合で部屋によってもらえるものが決まってますので、欲しいレアリティのところに狙っていきましょう。上ほど出にくいものになってます。そしてこのスケジュールのドロップ率に関しては今計測してますので、できたら動画にしますので、よかったらそちらもアップされたら見てください。はい、次行きましょう。3回の石割りをおろそかにしてはいけない。と、ここのね、プラスを押すと、1日に20回まで石を砕いて AP を購入できるんですけども、これにはレートがありまして、消費する総奇跡が最初は30個。で、それで3回買うごとにレートが上がっていくんですけども、30、60、100、150、200、300と上がっていきます。最後の300は5回購入ができます。最後の300、200なんかは本当に効率度外視ですし、最初の安い30、60まではできれば買った方がいいと思うんですが、もう特に最初の30は絶対に買った方がいいと言えるでしょう。こういった形でね、購入できますので。そしてデイリーの内容でも AP を一度回復という内容で石を割ることを推奨されています。これでクレジットをもらえますので、1回割るぐらいだったら30のところを取り切る3回割るというのを意識してはいかがでしょうか。もう本当にね、進み具合が全然違いますので、これは意識するといいと思います。マンスリーパッケージを侮ってはいけない。課金する前に見てほしい課金効率を徹底検証という動画でも触れているんですけれども、こちらの総奇跡の横にあるプラスを押していただきますと課金メニューが出てきます。そのマンスリー商品の方でこの2つですね、私はもう必ず買うようにしてるんですけども、この2つの、総奇跡の石だけの効率もめちゃくちゃいいですし、指名手配のチケットももらえますので、これすんごくお得なんですね。もう正直言葉で言い表せないぐらいとんでもなくお得なパッケージなんですよ。なので無課金の方でも、美課金の方はもう買ってると思うんですけど、無課金の方でもこの2つを買うだけでかなりスムーズになると思いますので、おすすめしたい一品です。2品です。よかったら動画の方を見ていただきますと、どれだけお得かというものを表計算で皆さんにお伝えしておりますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。やってはいけないこと12選でした。こういったまとめの動画もね、結構すっきりわかりやすいと思いますので、今後作っていきたいなと思っております。深掘りした動画に関しては概要欄に載せておりますので、よかったらそちらを見ていただくと、なんでそうなったのかという根拠もわかると思いますので、皆さんよかったらそちらも見てみてください。いつもご視聴いただいている方は本当にありがとうございます。ちなみにオープニングでゆうかちゃんがね、誕生日ボイスをね、喋ってたんですけども、各キャラクターのね、誕生日っていうのは、そのキャラクターが特別ボイスありますので、皆さん忘れずにタップしてあげてください。ということで、この辺で終わりになります。あなたへのおすすめ動画から来ていただいている方も、よかったらチャンネル登録もご検討ください。これからもブルーアーカイブの役に立つ動画を作っていこうと思います。ブルーアーカイブを一緒に盛り上げていきましょう。ライブ配信にも遊びに来てください。それではこの辺で終わりにしましょう。キリハチャンネルのキリハでした。お疲れ様です。バイバイ。